あのロボット犬を作った会社が中国軍のサプライヤーになっていたのだ。しかも本人たちは申請すら必要なかった。国が勝手に組み込んだのだ。申請なしで軍に組み込まれるってどういうこと？そんな仕組みが本当に存在するの？今日話すのはユニツリー、ユニトリーという中国のロボットメーカーのことなのだ。あの四足歩行ロボット犬を作った会社で YouTube でバズった動画を見たことがある人も多いはずなのだ。でもこの会社の裏側に中国が静かに完成させた軍民融合システムの全貌が隠されているのだ。軍民融合って言葉は聞いたことあるけど、実際どんな仕組みなのかよくわからないのよね。ユニツリーを例に教えてくれる？まずユニツリーが何者か確認しておくのだ。2016年創業の若い会社で四足歩行ロボットの分野では世界トップクラスなのだ。オーオンザロックスの分析によると、この会社に起きた出来事が中国のシステムを理解するための完璧な教科書になっているのだ。中国の工業情報科省がユニツリーを戦場特進、承託未人、企業に認定したのだ。戦場特進というのは専門家、聖地化、差別化、革新化の頭文字なのだ。平たく言うと、国がこの会社は戦略的に重要だとお墨付きを与える制度なのだ。この認定を受けた瞬間からユニツリーの運命が変わったのだ。運命が変わったって具体的に何が変わるの？認定を受けるだけで何か起きるかしら？ここが革新なのだ。認定されると3つのものが自動的についてくるのだ。第一に税優遇。法人税率が通常 25% から 15% に下がり、研究開発費の特別控除まで受けられるのだ。第2に補助金融資。国有銀行から低利融資を受けられる優先ルートが開くのだ。第3に軍調達チャンネルへのアクセスなのだ。数字で見るともっと衝撃的なのだ。ユニツリー自身が公開した目論見書によると、2025年の最初の9ヶ月だけで7590万元。日本円で約16億円の税優遇を受けているのだ。申請したわけでも、コンペで勝ったわけでもない。国に指定されただけで、自動的に16億円が懐に入ったのだ。9ヶ月で16億円、自動的に、これユニツリーだけの話じゃないわよね。同じ仕組みに乗っている会社って他にもあるの？その通りなのだ。ディープシークも同じ甲州市の六昇竜の一社として同列に扱われているのだ。甲州市は2025年1月にユニツリーとディープシークを含む6社を選定し、産業政策予算全体の 15.72% をこれらの企業の育成に集中させると宣言したのだ。甲州市の財政規模は5020億円相当だから、そのほぼ 16% がロボットと AI に流れる計算なのだ。さらに決定的なのは場所の話なのだ。ユニツリーが入居する甲州ハイテクゾーンは、米議会中国特別委員会が指定された軍民融合ハブと名指しした地区なのだ。このゾーンの開発改革局には、軍民融合の計画を調整する制度的な使命が与えられているのだ。つまりユニツリーは、最初から軍民融合のインフラの中に置かれていたのだ。つまり最初から設計された罠みたいなものね。でも待って、アメリカにも軍と民間の協力関係はあるんじゃない？DARPA とかあるでしょう。中国と何が違うの？これが本質的な違いで、アメリカのモデルは後払い型なのだ。企業が自力で成長して製品を完成させた後に、政府が買い手として現れる。DARPA の年間予算は44億ドル、日本円で約6600億円もあるのだが、それは競争的な研究プロジェクトに配分される契約方式なのだ。申請して審査されて、勝った企業だけが受け取れる後払いシステムなのだ。一方、中国は前払い型なのだ。企業が生まれてまだ商業的に上昇している段階で国家が先回りして介入する。税優遇、融資、調達チャンネル、業界標準の策定権まで企業の商業的成長に合わせて自動的に付与されるのだ。これをオンザロックスはフロントローデッドインセンティブチェーンと呼んでいるのだ。料理の例えで言うと、アメリカはレストランが完成してから客として食べに来るモデルなのだ。中国は土地も材料も調理器具も全部先に渡すから、うちの食堂で調理してくれというモデルなのだ。どちらが早く強い軍事技術を生み出せるか、答えは見えているのだ。この構造的な差がこれから日本にも直撃してくるのだが、それは後半で話すのだ。ここまでの話をまとめると、中国は承託未人認定という制度で民間テック企業を自動的に軍のエコシステムに組み込んでいて、ユニツリーは9ヶ月で16億円の税優遇を受け、ディープシークも同じ仕組みに乗っている。アメリカのDARPAモデルとは前払い vs 後払いという根本的な構造の違いがあるのよね。ここからが日本への話なのだ。これを中国の話で終わらせてしまうと本当に危ないのだ。日本のロボット、AI 産業、
そしてそこに就職、転職を考えているエンジニアやスタートアップに投資している人たちにとって、この話は直接的に財布に刺さってくるのだ。キャリアの話をするのだ。日本の大手電機、精密機器メーカーに入社したとするのだ。ロボット部門に配属されて4足歩行ロボットの開発をしている。ところが中国の競合が国家の前払い支援を受けながらはるかに低いコストで同等の製品を市場に出してくる。日本のメーカーは価格競争で負けることでその部門ごと縮小を迫られる可能性があるのだ。それって公平な競争じゃないわよ。日本企業は自力で開発コストを賄いながら国家補助を受けた相手と戦うなんて最初から土俵が違う話じゃない。投資家視点で言うともっと具体的な数字の話になるのだ。スタートアップ投資でロボット AI 系の日本企業に1000万円投じているとするのだ。その企業の最大の競合が実は国家の軍民融合システムに組み込まれた中国企業だったとしたらリスク評価が根本から変わるのだ。民間同士の競争ではなく日本の民間 vs 中国の国家という構図で考えないといけないのだ。ちょっと待って、私はここで逆の見方を提示したいわ。中国のロボットが安く大量に出回るなら、日本の製造業者がそれを使えばコスト削減できるんじゃないの？サプライチェーンを組み替えれば、むしろ日本企業の競争力が上がる側面もあるんじゃないかしら。ずんだもんはどう見る？鋭い指摘なのだが、それには安全保障の落とし穴があるのだ。軍民融合ハブから生まれたロボットには、通信モジュールや制御システムに軍事グレードのセンサーが含まれる可能性が否定できないのだ。経済産業省や防衛省が懸念しているのはまさにここで、安価なロボットを工場に入れた結果、工場の設備情報や生産計画が中国軍のサーバーに送られるリスクがあるのだ。コスト削減が安全保障リスクのトロイの木馬になりうるのだ。冒頭で申請なしで軍に組み込まれたと言ったのだが、実はこの話には続きがあるのだ。ユニツリーの経営陣は自社が軍民融合の一部だということを公に否定しているのだ。でも目論見書に税優遇の詳細が全部書いてある。否定できるのは糸だけで、構造的な事実は消えないのだ。これは氷山の水面下に見えない部分が存在するということなのだ。では3つのシナリオを示すのだ。1ヶ月後の短期では、米議会が中国ロボット企業への輸出規制を強化する議論が本格化する可能性が高いのだ。3ヶ月後には日本の経済産業省が軍民融合関連企業リストを更新し、国内企業へのデューデリジェンス義務が厳格化されるかもしれないのだ。5年後の最大シナリオは、日米欧が共通の信頼できるロボット調達基準を作る動きが表面化することなのだ。最後に僕の率直な意見を言うのだ。オーオン・ザ・ロックスの分析が指摘するように、アメリカが民主主義の枠内で中国の前払いモデルを再現できるかどうか、これはまだ誰も解けていない問題なのだ。日本も同じ課題に直面しているのだ。でも僕が思うのは、この問題の怖さは軍事技術の競争ではなく、民間の商業的成功が知らないうちに安全保障に組み込まれるという透明性の欠如にあるのだ。それが一番難しく一番重要な問題なのだ。私も一つ聞きたいわ。もし日本が同じような前払い型の産業政策を導入するとしたら、あなたはそれを支持する？それとも民間の自由な競争の方が長期的に強いと思う？コメントで教えてほしいわ。今日は中国の軍民融合システムの実態をユニツリーという具体的な会社を通して見てきたのだ。承諾未尽、認定から税優遇、調達チャンネル、企画策定権までが自動で連動する前払い型チェーン。これは僕たちの想像を超えた速さで動いているのだ。チャンネル登録と高評価でこの話を広めてくれると嬉しいのだ。次回はホルムズ海峡封鎖の実態と、それが中国の AI、ロボット産業をどう加速させるか、一緒に考えてほしいのだ。